月曜日は1週間の始まり。週始めの月曜日の朝になると、今週も始まるな、今週も頑張ろう、などと気持ちを切り替える、区切りをつける習慣が皆さんあると思います。ですが、週の初めに気持ちをうまく切り替えられない人もいます。会社に行きたくない。学校へ行きたくない。あの人に会いたくない。などと、月曜日の朝から重苦しさを感じてしまう。2018年のアンケート調査では、憂鬱に感じる曜日として月曜日を挙げる人が最も多く、また愛知県の病院の研究によると、心臓への負荷は月曜午前が他の曜日、時間帯より高いと言います。翌日の月曜日から始まる学校や仕事のことを考え憂鬱になり、体調不良や倦怠感を感じてしまう症状は、世界的にはブルーマンデー症候群、日本ではサザエさん症候群という言葉でよく知られています。月曜日はまさに憂鬱な曜日、ブルーな日というわけなんです。そんな月曜日をいい流れで入れれば、火曜日、水曜日といい循環をしていくことができるでしょう。一方で、月曜日に悪い流れで入ってしまうと、悪い流れを引きずっていってしまいます。この流れはぜひとも断ち切りたいものです。日々のストレスが溜まり続けて、動きや反応が重くなってしまったあなたの心と頭を、すっきりと再起動をかけることができればどんなにいいか。そう、まるでパソコンやスマホのように。そこで考案されたのが月曜瞑想なんです。月曜瞑想とは、自分が自分らしく幸せになるための準備を整えること。週に1回、自らを適度に励ますことで心を整えるトレーニングと言えます。その第一目的は、月曜日の朝に心を再起動し、感覚を取り戻すこと。そして最終目標は自分の心を外から眺められるようになることです。結果としてあなたの成長と夢を叶える助けになるはずです。そしてあなたの感じる幸せが増え、幸せのサイクルが回り始め、充実した人生が送れるようになるんです。あなたもぜひ次の月曜日から月曜瞑想を始めてみませんか？こんにちは。ハッピーケンことハッピー研究所の翔です。今回は心と頭が軽くなる週始めの新習慣月曜瞑想という本をご紹介します。皆さんは月曜日から全開でエネルギッシュに過ごせていますか？僕は全くダメです。今週進めるべき業務、解決しなければいけない問題、調整しなければいけない事項、いろいろなことを考えると憂鬱で、サザエさん症候群にバッチリかかっています。本書はそんな人に充実した1週間を過ごすための方法を教えてくれています。その方法を一言で言うと、カジュアルな形の瞑想を憂鬱になりがちな月曜日の朝を行うことで、1週間を乗り切るというもの。しかも、それを続けていくことで、悩みが消えていき、感じる幸せが増えていくというんです。本動画では、そんな月曜瞑想の考え方と仕組みをご紹介しますので、ぜひ最後まで見てみてくださいね。ハッピー研究所では、幸せになるためのいろいろなノウハウをご紹介しています。よろしければ、チャンネル登録していただけると嬉しいです。週の初めは、1週間のうちで一番憂鬱な曜日。ストレスや心の重荷を実感しやすい曜日です。どうにかしたいと自分でも自覚するタイミングかもしれません。だからこそ、あなたの心を再起動するには、ベストなタイミングなんです。なぜなら、再起動した時の心と頭の変わり方を一番実感しやすく、再起動を習慣化しやすいからです。自分の中のモヤモヤした感情や鬱憤、鬱蒼とした思いといったストレスを認識している状況で、それらをすっぱりと断ち切るのです。もちろん最初のうちは、なかなかすっぱりと断ち切ることは難しいかもしれません。人はどうしてもネガティブな感情に縛られがちだからです。ですが、再起動をかけることは、動きを阻害しているものを一度断ち切って、心と頭の働きを正常化させるものなので、あ、今軽くなったな、と感じていただくことができると思います。スマホやパソコンもそうですが、常に起動させていると、どうしても動作が重くなりがちです。時にはオーバーワークでフリーズしてしまうこともあります。そのような時によく再起動しますよね。月曜瞑想は、その定期的な再起動を、まさに自分の心と頭に行うということなんです。月曜瞑想で特徴的なのは、自由で楽なこと。他の瞑想のやり方とは一風変わっています。
壁にペタッともたれかかって足を投げ出して座って行うということ。足を組まなくていいこと。脱力していいこと。瞑想にかける時間もまずは5分からで OK。日々の忙しい毎日を送る中で、特に忙しい月曜日の朝、どうか5分でいいから自分のための時間としての瞑想の時間を捻出してほしい。起きてからすぐでもいいですし、朝食の前でもいいですし、出かける直前でも構いません。週の初めの朝に瞑想の時間を5分間作るだけで、あなたの1週間がガラリと変わるんです。それでは月曜瞑想の基本のやり方をご紹介します。まず、部屋の環境を整えましょう。カーテンを開け、朝の光を取り込みます。太陽の光には幸せホルモンと呼ばれるセロトニンの分泌を促す効果があり、浴びるだけで心が穏やかになります。テレビやラジオなどの音も消します。朝、音楽を聴く習慣がある人は、瞑想の時だけはスイッチをオフにしてください。また、スマホも5分間だけ我慢して電源をオフにしましょう。部屋の環境が整ったら、瞑想を始めましょう。瞑想は5つの手順で行います。座る。手首をブラブラする。手を合わせて目を閉じる。手を合わせたまま呼吸に意識を向ける。呼吸に合わせて数を1から10まで数える。準備から数を数え終わるまで約5分。たった5分とはいえ、この5分間が心をリセットする大切な時間になります。次の手順に沿って具体的なやり方を紹介しましょう。座る。部屋のどこでも構わないので、壁にお尻を当て、寄りかかって座ります。足は前に投げ出して伸ばしましょう。伸ばすのがきついときは、膝を曲げても構いません。それでもきついときは、横座りしても構いません。瞑想するときの姿勢で大切なことは、できるだけ背中が丸くならないようにすること。壁にもたれかかると、背中が丸くならない状態を楽にキープできます。寄りかかる壁がない方や、床に座れないという方は、背もたれのある椅子に座りましょう。椅子に座るときは、深く座って背もたれに背中をもたれかけてください。できれば、両足は床につけておきましょう。手首をブラブラする。両手を前に出し、腕の力を抜いて、手首から先を10から20秒ぐらい、ブラブラさせましょう。手首をブラブラさせるだけで、体の力が抜けていきます。頭と心の動きが悪くなっているときは、体もリラックスできていないものです。体の力が抜けると、感覚を取り戻しやすくなります。手を合わせて目を閉じる。しばらく手首をブラブラさせたら、胸の前で手を合わせ、目を閉じましょう。胸の前で手を合わせられない方は、お腹の前でも構いません。手を合わせたら、右手と左手の触れ合っている部分に意識を向けましょう。手のひら、小指、薬指、中指、人差し指、親指の順に意識を向けると、例えば、あったかい、冷たい、痺れがあるなどを感じることができると思います。20から30秒ほど感じてみましょう。手を合わせたまま呼吸に意識を向ける。呼吸に意識を向けましょう。今息を吸っているのか吐いているのかを感じるだけで構いません。日常の中では途切れることなく呼吸していることをつい忘れがちです。ここでは呼吸の存在を改めて感じることが大切です。20から30秒ほど感じます。呼吸に合わせて数を1から10まで数える。少し深く呼吸するイメージで、ゆっくり息を吸って、ゆっくり息を吐きます。そして、吐くときに、1つ、2つと心の中で数を数えていきます。呼吸のリズムに合わせて、1つ、2つ、3つ、4つ、5つ、6つ、7つ、8つ、9つ、と、大和言葉でゆっくり数えましょう。ゆっくりと深い呼吸を10回行う。目安は2分半から3分です。10まで数え終えたら、月曜瞑想は終了です。数えている時に途切れたら、例えば4つで途切れたら、一呼吸入れてから、5つと続きから始めてください。10まで数えたら終了です。実は、初めて瞑想する方で、10まで途切れずに数えるのは、なかなか簡単ではありません。瞑想していると5分間とはいえ、
いろいろなことが頭に浮かんでくるからです。途切れた時は、一旦呼吸に意識を向けるようにしましょう。吸っているな、吐いているな、と呼吸を感じたら、次に吐く時に続きを数えましょう。また途切れたら、同じように一呼吸入れてから続きを数えます。何度途切れても構いません。と数え終わるまで続けてください。月曜瞑想を続けていると、いずれまで数えられるようになります。瞑想をしている時に頭の中にいろいろなことが浮かんでくるのは悪いことではなく、それを観察するのがむしろ瞑想の目的と呼んでいいかもしれません。少し時間はかかるかもしれませんが、月曜瞑想を続けていると、次々に頭に思い浮かんでくることに支配されなくなります。気がかりなことや嫌なことが浮かんできても、ワクワクすることや嬉しいことが浮かんできても、スルーできるようになるんです。あ、何か浮かんできた、と頭の中を客観的に眺められるようになります。この境地は海に似ているところがあります。海が穏やかな時は、ただぷかぷかと浮いているだけでいいですが、海が荒れてくるとそうはいきません。海が荒れてくると、なんとかその場を逃れようと、手足をバタバタさせ、波を乗りこなそうとしたり、必死になると思います。ところが、瞑想が上達してくると、何もしなくなります。ジタバタせずに流れに身を任せると、一旦は沖に流されるかもしれませんが、波が収まり、潮が引く頃には、心を外から眺める場所である浜辺に打ち上げられることが分かってくるからです。そして、瞑想の達人になると、そもそも海に入ることなく、浜辺に座って海を眺めるようになります。これが月曜瞑想の最終の目標。週1回の心の再起動の繰り返しで得られる最高の心の状態なんです。月曜瞑想を繰り返していると、自分のことも、周りのことも、いろいろと細かなことに気づけるようになります。例えば、あの山はこの角度から見るとこんな風に見えていたんだとか、あの人は帰るときにみんなに声をかける人だったんだ、など、今まで気づかなかったことに気づけるようになっている自分がいることでしょう。いつの間にか気づきのポイントが増えている。それも月曜瞑想による変化です。そういう風に感じる瞬間が一回でもあると、少しずつ自分の心との付き合い方も変わっていきます。周りに対する視野も格段に広がり、見える世界が変わります。人間の脳はよく使う回路はつながりやすくなる傾向があって、もともとネガティブな情報に注意を向けやすい人は、嫌なこと、嫌いなこと、不安なことをわざわざ探し出したり、記憶したりすることが多くなってしまうんです。言ってみれば、不幸せ癖です。そこで有効なのが、小さな幸せ感の積み重ねです。瞑想するとわかるように、私たちの頭の中には、嫌なことも楽しいこともいろいろなことが次々に浮かんできています。幸せを感じる時間が増えるほど、その内容はポジティブなものが多くなり、脳がポジティブに切り替わるんです。また、うまくいっていないと感じている人は、多くの場合、今が長くなります。何ヶ月も前のことを今のことのように思い悩み、この先どうなるかわからないのに、悩み事が明日も明後日もずっと続くものだと思って心が重くなってしまうんです。本当の心がある今に戻ると、悩みは一瞬にして消えます。なぜなら、ほとんどの悩み事は今起きているものではないからです。もちろん、心にダメージを与え続けてきた悩み事が頭の中からすぐに消えるということはありません。しばらくすると、どうしてもまた浮かんできてしまいます。そうしたら、また今に戻してください。そして感覚を開いて、周りにある幸せを感じ取るのです。そうして、あなたの今が3ヶ月間なら、1ヶ月に、1週間に、1日に、そして午前中に、1時間に、1分にと徐々に小さくしていく。月曜瞑想で手や呼吸に意識を向けるのもその練習です。瞑想している時に何か頭に浮かんできても、手や呼吸に意識を向けると、その瞬間は頭に浮かんでいたものが消えたと思います。月曜瞑想は悩みで長くなりがちな今を縮める練習でもあり、繰り返し続けることでどんどん悩みを小さくしてくれるのです。幸せは待っていても歩いてこないとよく言われますが、まさにその通りで自分から積極的に動かないと実感しづらいものなんです。そのためにも月曜瞑想で心を再起動し、
もともと持っている幸せをキャッチできる感覚を取り戻すことが大切なんです。意識的に幸せを実感しに行く。これが幸せ癖。皆さんも月曜瞑想で幸せ癖をつけていきましょう。月曜日の朝に瞑想をする。今までは考えたこともない発想でしたが、確かに月曜日の朝に心を再起動して始められたら、その一週間はとても心地よく過ごせる気がします。面倒だ、憂鬱だとネガティブにこもっているのではなく、前向きなマインドに変えていく。それもたった5分でいいというのですから、これは絶対にやってみるべきです。僕も次の月曜日からやってみたいと思います。本動画では月曜瞑想初級編のほんの一部分しかご紹介できませんでしたが、月曜瞑想の詳しいやり方や考え方、そしてさらに月曜瞑想を拡張した瞑想方法、生活の中のほんのちょっとしたタイミングでできる生活瞑想、瞑想によるコミュニケーションの改善方法など、本書にはまだまだ気になる情報が目白押しです。何よりも考え方やロジックがしっかりしているので、納得して実践していけると思います。月曜日が憂鬱だという方、幸せ癖をつけたいという方は、ぜひ読んでみてはいかがでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。これからも皆様の幸せづくりに役立つ情報をまとめていきたいと思いますので、チャンネル登録や高評価をしていただけるととっても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。皆様に幸せが届きますように。